どこへ行っても顔見知りができる人、できない人。こうやって話しかければよかったんだ。話しかけられる人ではなく、話しかける人になる。あなたは自分から積極的に話しかけるタイプですか？それとも話しかけられるのを待っているタイプでしょうか？私はもともと後者で話しかけるのが苦手。特に初めての場所で知らない人ばかりの場面、または知っている人でも用事がない場面などでは話したいのに話しかける勇気がなくて、頼むから誰か私に話しかけてくれと祈っていたものです。話しかけてもらうと嬉しくて怒涛の勢いで話し始めていたのは、人前で緊張する、自分に自信がないというより、話しかけて拒絶されるのが怖かったのです。大人の人見知りと言ってもいいかもしれません。私がそれを克服できたのは、やはり慣れ。話しかけるのに慣れたのと、ごくたまにある冷たい反応にも慣れたから。まあ、そういう人もいるだろう、と。話しかけるようになって実感するのは、話しかけられるのを待っていた時よりも、何十倍も人との出会いが増えて、何十倍も人生が楽しく充実したものになるということ。自分自身で自分の行動を選び、付き合う人を選び、より多くの情報やサポートを得られる。人生が大転換するチャンスが得られたのも自分から声をかけたから。誰もが程度の差こそあれ、防衛本能の一種である人見知りの一面を持っています。話しかけてもらう方が嬉しいし、慣れない場所では救われた気分にもなる。その分、話しかける人は少しの勇気だけでずっと愛されるし、大切にもされるんです。話しかけるのは苦手。私も大人の人見知りかも。と感じている人は、人見知りは良くないと思うのではなく、人見知りでも自分から声をかける方法を探してみませんか？まずは見たまま、感じたままを口にしよう。ゴミ出しに行った時、同じマンションの住人らしき女性が、あ、金木犀の香り、と独り言のような、知っている人に言うようなさりげなさでつぶやいたことがありました。ほんといい香り、どこに木があるんだろう、と私もつぶやくと、ほら、あそこよ。もうそんな季節なのね。この甘い香りで秋を感じますね。と笑い合って時々声を掛け合う顔見知りに。一緒に何かを感じて体験することは一気に心を近づけてくれるでしょう。わざわざ話題を考えるのではなく、その場でその瞬間、見たまま、感じたままを口にするだけで気負わずに話しかけられるのです。例えば、綺麗な夕日、今日は蒸しますね。鳥の鳴き声が聞こえません？ポカポカして気持ちいいですね。と五感で感じたことを口にするのです。まるで前から顔見知りだったようにさらりと。いきなり、私はこのマンションに住んでいまして、とか、お仕事は何をされているんですか？などと野暮な自己紹介をするよりも自然に会話が始まります。パーティーや居酒屋などで同席しているときは、その料理美味しそうですね。カレーの匂いが漂ってきません？このパスタ、温かいかと思ったら冷たかった。と食の話題に事欠きません。目や耳に入ってくるものから、あそこにかかっている絵、面白くないですか？このソファーふかふかで座り心地がいいですよね。あ、この曲すごい好き。など、何気ない一言で人柄を伝えることができます。相手に対して感じた一言。例えば、これからジョギングですか？素敵なお帽子ですね。荷物が重そうですね。持ちましょうか？なども乗ってくる確率大。まずは最初の言葉を発することが大事。一言でも相手が受け取ってくれれば、相手と自分の境界線が取り払われます。互いにふっと肩の力が抜けて安心感が生まれ、次の言葉も出てきやすくなるのです。第3のことを話題にする三角話法。あるバンドの大阪でのコンサートに一人で行った時のこと。右隣は40代くらい、左は20代の金髪でギャルっぽい格好をした女性で、それぞれ一人で来ているよ。
右側の人に話しかけようかなと思っていたら、その女性が私の方を向いて、お手洗いってどこにあるか知ってます？私初めてなんでわからないんですよ。とキョロキョロしていると、左のギャルが、右手の入り口の近くにありました。今のうちに行った方がいいかも。と親切に教えてくれたのです。そこから、もしかして昨日も来た？はい、一応全公演。ぎゃー、いろいろ教えて。と意気投合。九州、四国、北海道から来て年齢もバラバラな3人は、まるで最初から知り合いだったようにコンサートを楽しんだのでした。何かの目的でそこにいて通りすがりに近い相手にいきなり、どこから来たの？おいくつ？などと相手の情報を聞くと、昨今は不審者扱いされることも。なんで聞くの？と言いたくなる意図のわからない質問は警戒されるのです。そんな時、お手洗いはどこ？このビルに自販機はある？このセミナーは何時まで？遠くの張り紙なんて書いてあります？など、自分でも相手でもない第三のことを話題にすると、質問の意図も明確。しかも、困っているからどうにかしてあげなきゃと、ほぼ 100% の確率で答えてくれます。それらを話しかける口実にしてもいいではありませんか。話しかけたいときはわざとらしくない程度に、ちょっと聞いてみたいことないかな、と考えるのです。少しでも話すと、先ほどはありがとうございました。私、この会に参加するのは初めてなんですよ。実は私もです。なんて互いのことも話しやすくなります。自分でも相手でもない第三のことを話題にする三角和法は私もよく使う手。これをやると世の中の人はなんと温かいのだろうと思えてくるのです。私たちの周囲には溢れかえるほどたくさんの人がいます。けれど、その多くの人たちの顔も名前も知らないし、たとえ名前は知っていても会話を交わすこともほとんどない関係です。人と人がその場限りの細いつながりで関わり合っている時代。そんな時、有川さん、おはようございます。今日のスーツかっこいいですね。最近お見かけしなかったですね。なんて声を掛け合う顔見知りの人がいると、どんな変化が起こるでしょうか。名前を覚えて呼び合う人がいること。顔を合わせると笑顔で挨拶をする人がいること。自分がいないと、どうしたの？と思ってくれる人がいること。それだけでも安心できて心が温まるものです。顔見知りになりさえすれば人間関係はそこから自然に広がったり深まったり、大切な友人やパートナーへと発展する可能性もあります。まずは顔見知りになる。顔見知りになるスキルは実はとても重要で人生を変えていくほどの力を秘めています。たくさんの人と接しているのに親しくならないのはもったいない。誰もが心の中では自分を認めてほしいと願っているはず。自分から心を開いて相手を見ようとする人には計り知れない恩恵があるのです。この本ではできるだけ簡単な言葉や行動で大きな成果を出せることだけを集めました。あなたがやれそうだと思うことから実践してみてください。その展開を面白がりながら感謝しながら自分の道を進んでください。あなたの行く道で多くの顔見知りたちがあなたを温かく見守り、優しく手助けし、刺激的に盛り上げてくれることを確信しています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はどこへ行っても顔見知りができる人、できない人という本をご紹介します。あなたの周りでなぜだか顔見知りが多い人っていませんか？陽キャってわけじゃないのに、いろんなお店の人と仲が良かったり、友達がたくさんいたり、誰にでもスッと知り合いになっちゃう人。特に無理をしているようにも見えなくって、自然に顔見知りが増えているんですよね。そんな顔見知りの中から人生を豊かにする友達やパートナーが生まれてくるのだとしたら、どこに行っても顔見知りができる人の考え方を覗かせてもらいましょう。著者は有川真由美さん。50を超える職業経験や40カ国以上の旅行経験など、ご自身の体験や経験をもとにした書籍を続々刊行されており、
コンスタントにベストセラーを出し続ける有川さん。有川さんの本はどれも本当に素敵な空気感のものばかり。本チャンネルでもたくさんご紹介させてもらっていて、はっきり言って僕はもう有川さんのファンです。そんな彼女が親しい人がみるみる増える魔法の習慣を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。答えやすい質問は自分も相手も楽になる。相手と会話が弾むかどうかはいい質問次第と言っても過言ではありません。いい質問とは相手が答えやすい、または答えたくなる質問。会話はキャッチボール。取りやすいボールを投げてラリーを楽しく続けることが大切なのです。挨拶や当たり障りのない話から入って、いい感触なら相手自身についても質問してみるといいでしょう。良くない例は、相手のことを知りたいからといって、お仕事は？ご出身は？ご趣味は？と矢継ぎ早に質問すること。一方的に尋問されている印象になります。また、お仕事はどうですか？など、ざっくりした質問も答えにくいものです。相手が迷わずに答えられる質問をするために、クローズドクエスチョン、オープンクエスチョンの性質を知って使い分けると、質問の質がぐっと上がります。クローズドクエスチョンは、夏休みは取りました？犬と猫、どちらが好き？など、イエスかノー、または選択で回答する質問。初対面でも素早く簡単に答えられるものの、想定外の回答は得られず、深掘りもできません。オープンクエスチョンは、旅行はどこに行かれます？どうやってチケットを手に入れました？など、相手が自由に答える質問。主に 5W1H、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうやって、で聞き、話を展開。深掘りしやすいものの、質問によっては答えにくいことも。会話の糸口をつかむには、クローズドクエスチョンからオープンクエスチョンの流れがスムーズ。例えば、本をお持ちですけど、読書がお好きなんですか？から始めて、どんなジャンルの本？好きな作家は？どんな魅力？などを展開できるはず。相手の答えを受けて、それはいいですね。面白そう。素敵。など感想を加えるのも忘れずに。相手が話し上手ならオープンクエスチョン。話し下手ならクローズドクエスチョンを多めにするなど、相手の性格に合わせて使い分けるのも有効です。声かけの基本形を持つ。時々見かける人、職場やサークルで会う人などに対しては、会うたびに何を話そうと考えるのではなく、基本形を決めておくと楽。いざとなった時に焦らずスムーズに言葉が出てきたり、流れが生まれたりします。その基本形とは、挨拶プラス一言。例えば、おはようございます。だんだん涼しくなってきましたね。お疲れ様です。これからお昼の休憩ですか？こんばんは。今日は満月みたいですよ。など何でもいいのです。最後の語尾を何々ですね。同調。何々ですか？質問。何々ですよ。伝達。などにして相手に問いかけるように言うと相手も話に乗っかりやすい。話好きな人なら、ほんと、昨夜は寒くて掛け布団を出しましたよ。はい、近くのカフェに行ってきます。満月見えるんですか？というように話が続いていきます。何々です。何々でしたで終わると、話し下手な人はリアクションに困るでしょう。話の中身はなくても、ともかく自分から話しかけて、時間は短く回数は多くすることが大事。声をかけられるだけで相手は嬉しいのですから。単純接触効果という心理学用語があります。
繰り返し見たり会ったり接触する回数が増えるほど警戒心が薄れていき、親しみや好感を持つという効果。挨拶プラス一言を繰り返していると、リラックスしてふと話が弾むことがあるのです。注意点は、決して無理をしないこと。気分が乗らないのに話そうとすると互いにストレス。話しにくい相手には挨拶だけにとどめ、リアクションが薄い相手は一言二言で終了と最小限のエネルギーで。ボクシングで軽いジャブを打ちながら距離を取るように、短い会話を繰り返していくと打ち込める場面も出てくるのです。少し話してまた今度と気楽に長期戦で構えた方がうまくいくはずです。共感できることを探せば話題に事欠かない。スポーツジムに行くと女性たちは共感で雑談を作っていると感じます。これだけ雨が続くと洗濯物がなかなか乾かないですよね。来るのが面倒だと思うんだけど、来たら来たで楽しくて、今日のホットヨガいつもより温度が低かったと思いません？というように、自分が感じていてきっと相手も感じているであろうということを会話の入り口や話のつなぎにするのです。互いに名前も年齢も知らないけれど、会えば気さくに話す顔見知りになっているのは、こうした共感によるコミュニケーションを重ねているからでしょう。もしその場に雑談が一切なかったら、見知らぬ人と認識された者同士、殺伐として心地悪い空間になってしまうでしょう。ほんの少し会話をするだけで場は和らぐのです。特に共感は人と人を結びつける鍵。一気に親しみが湧いて、見知らぬ人から顔見知りに昇格するのです。どんな人でも何かしら共感することはあるはずです。簡単なことで言えば、体を動かすと気持ちいいですよね。白髪をいつまで染めようか悩みどころです。など、健康や美容のこと、家事、育児、仕事、地域、共通項から見えてくるはず。実は、我が身に起こる喜、楽より、怒、愛の共感の方が心に響くと言います。問い合わせ電話の長い自動応答ってイラッとしません？お会計の後にいつもクーポン券が出てくるんですよね。など深刻にならない程度の怒、愛には心の内を見せてくれた小さなぶっちゃけ感があるからかもしれません。女性は共感、男性は目的によって人間関係を築くと言いますが、共感力の高い男性は間違いなくモテます。共感できない場面でもそう感じるんですねと理解しようとする姿勢が見えたら、それでコミュニケーションは成立。性別や年齢、立場を超えて共感を見つける人の周りには自然に顔見知りが増えていくのです。ちょっとした変化に気づいたらチャンス。先日スターバックスに数ヶ月ぶりに行ったら、スタッフの女性がお久しぶりですよね。髪切られました？と声をかけてくれました。それまで感じのいい女性がいるなという程度の認識でしたが、覚えていてくれたことに感動して、わかりました？ 10 センチくらい切ってさっぱりしました。と喜びがダダ漏れ。それ以来、時々尋ねて会話をする顔見知りになれました。髪切りました？の一言は、あなたに関心がありますという気持ちの表れ。特に女性にとって髪を切ったときは、評判はどうなのかなと気になるもの。私はロングから20センチほどバッサリ切ってショートにしたとき、職場で誰にも反応してもらえずに寂しく心地悪い思いをしたことがありました。今思えば忙しくて他人に関心を持つ余裕がない職場で人間関係も築けていなかったのでしょう。昨今は立場の上の男性が女性に髪切ったというのはセクハラに当たるのではと心配されている方もいるようです。が、男性にも言うことですし、単なる事実なのでこれだけではセクハラに当たりません。髪切ったの後の色っぽくていいねとか、失恋でもしたかなど性を感じさせる発言がいけないのです。大抵は自覚がないので、もし言われたら、部長、その発言は今の時代アウトですよと相手のためにも教えてあげましょう。変化に気づくのは話しかけるチャンス。
サークル、久しぶりに集まる飲み会などでも、髪切りましたをきっかけに話が弾むことがあります。メガネ買いました？今日は一段とおしゃれ。焼けました？新しいスマホですか？など変化はいくらでもあります。相手の変化に気づくには相手を観察すること。と言っても始終じっと見ていては怖がられます。周りを眺めて、この人のこんな部分は素敵だな。ヘアスタイルがかっこいいな。といい面を見ようとするだけで変化にも気づきやすくなるはずです。小さな頼み事をしてお礼を言う。もしよろしかったらそこのドアを開けてもらえますか？段ボール箱を持って両手が塞がっていたとき、ちょうど同じ階に住む若い男性が通りかかったのです。はいはい、重たそうですね。荷物運びますよ。と家の前まで運んでくれて、私もありがとうございます。親切なご近所さんでよかった。と段ボールの中からみかんをお裾分け。男性は、いいんですか？と喜んでくれて、それ以来会うと、これからお仕事？いってらっしゃい。などと会話をする顔見知りに。基本的に人は誰かに何かをしてもらうのが嬉しいもの。でも実は頼ってもらうことはもっと嬉しい。自分がしたことで相手が喜んで、ありがとうと感謝をしてくれると誇らしくいい気分にもなります。そして相手に好感を持ちます。人間には気持ちと行動を一致させようとする心理があります。相手のために行動したのは好感を持っているからだと感情が変化するのです。だからこんなことを頼んだら迷惑なんじゃないかと考えてしまう気の小さい私も小さな頼み事はどんどんするようにしています。おまけで顔見知りになれればさらによし。小さな頼み事は様々な場面であるものです。顔だけは知っている程度の相手でも話を聞かせて。写真撮ってもらえますか？その新聞ちょっと見せてもらえます？それ撮ってもらえますか？あれについて教えて。これを手伝ってもらえます？それを付き合って。私も加えて。などなど。頭にもしよろしかったらをつけると感じのいい頼み方になると同時に断っても大丈夫ですよというニュアンスになり相手と自分の気持ちを軽くします。頼ったり頼られたりで人は信頼関係を築いていくもの。自分のためにも相手のためにもどんどん声をかけてどんどん頼ってください。一見地味な壁の花を束ねる。異業種交流会やパーティーなどに行くとつい気遅れして壁の花になってしまう人はいませんか？いわゆる花形グループがワイワイしている輪の中に入れず壁際で心細げに立っている状態になったら自分以外の壁の花に声をかけて束ねていきましょう。隣の人にこういう場所緊張しますよねなどと声をかけるとほんと知り合いがいなくて困っていましたなんて返ってきます。二人で軽く自己紹介したり雑談したりしていると他の一人でポツンとしている人も気になりご一緒しませんなんて招き入れる。いつの間にか壁の花が集まって盛り上がり花形グループも楽しそうですねと引き寄せられてくることがあります。一見地味で自分からは話しかけられないタイプにアプローチする方が相手も喜んでくれて成功率は高い。しかも落ち着いて話せる。華やかで自己主張の強そうなタイプはいいなと思っても自分からは話しかけにくく競争率も高いのです。どんな場面でも話しかけやすい人、話しかけにくい人がいるのは事実。道を尋ねるときも見るからに怖そうな人、挙動不審な人、忙しそうな人は避け、優しく穏やかそうな人や真面目そうな人を選んで尋ねるはずです。また、自分に似た属性の人は親近感があって話しやすいもの。例えば私は中高年の女性が一番話しやすかったのですが、最近は若い男性を見ると息子、孫への目線になって声をかけるように。先日は家具の配達でやってきたやんちゃそうな若者と世間話からなぜか恋愛相談になり30分ほど立ち話。話せばいい子じゃないとなることも多いのです。年の離れた人、
タイプが違う人など話しにくそうな人こそ、話した時のギャップが面白く喜びもあります。話しやすそうな人から声をかけつつも、話しにくそうなあの人も話してみなければわからないという気持ちは持っていたいものです。練習のつもりでお店の人にどんどん話しかける。気軽に話しかけるコツを身につけるには場数を踏んで慣れることが一番。ただ、毎日の生活の中ではそれほど多くの人には出会わないものです。最も効果的な練習となるのはお店の人に話しかけることです。なぜなら、お店の人たちはお客に対しては快く応じてくれるもの。特に接客業の人はもともと人当たりが良く話好きが多い。年齢が離れていてもプライベートでは全く付き合うことがないタイプでも話せるチャンスなのです。話しかけるコツはプロフェッショナルならではの答えやすい質問をすること。商品の品質やこだわり、扱い方などを聞くのもありですが、私がよくやる手はおすすめを聞くこと。例えばアパレルショップでワンピースが欲しいんですけどおすすめってありますか？ヘアサロンでは私におすすめのヘアスタイルは？飲食店で今日はがっつり肉を食べたい気分です。おすすめは？という具合。プロの名誉にかけてあれこれアドバイスしてくれ、こちらもリスペクトを示せばいい商品やサービスに出会えるので話は弾みます。話すと意外にいい人だったという成功体験が増えると話しかけるハードルがだんだん下がってくるのです。スタッフと仲良くなれれば馴染みの店になる可能性もあります。馴染みの店とは互いに顔見知りでよく通う店。飲食店なら一人で行ってもお久しぶりですねと迎えてくれたり、そこで出会いがあったり、つながりが広がったり深まったりする場所になることもあります。馴染みの店を作るコツは数回間を空けずに通って顔を覚えてもらうこと。2、3回目で先週来た時次はこれを食べようと決めてましたなどリピーターであることを印象づけること。できれば同じ曜日の同じ時間帯に行くこと。忙しい時間帯を避けて店主やスタッフと話すこと。会話の中で名前を呼ぶことでしょうか。店主やスタッフと話すようにすることでつながりが広がっていくはずです。年上には聞きたがり、年下には褒めたがりになる。職場やサークルのメンバー、馴染みの店の常連であっても、同世代なら話しやすいけれど、年上、年下の人はつい避けてしまう状況が生まれがちです。互いに話しかけないのは、話が合わなくて楽しくないのでは？ダメなやつだと思われるのでは？といった先入観があるからでしょう。しかし、世代の違う顔見知りは貴重な存在。話してみると、そんなこと知らなかったという興味深い情報を聞けて単純に楽しい。何かとお世話になったり、こちらが助けたりして、世代が違う者同士、凹凸が噛み合う関係でもあるのです。年上でも年下でも話しかけるコツは相手に興味を持つことにつきます。この人どんな人なんだろうと漫画のキャラクターを見るように観察してみると、なんでこんなに物知りなの？なんでこんなに顔が広いの？なんでこんなに笑いのセンスがあるの？なんでこんなに気が利くの？と疑問が湧いてくるはず。そんな疑問をベースに声をかけるのです。相手が年上なら、ちょっと聞いてもいいですか？というように聞きたがりになりましょう。年下の相手が自分に興味を持って、その知識はどうやって収集しているんですか？などと聞いてくれるのは嬉しいもの。人は基本的に年下から慕われたい、尊敬されたいと思っています。聞きたがりの後輩は間違いなく可愛がられるはずです。また相手が年下なら、前から思ってたんだけど、と切り出して、そのユーモアセンスすごいよね、と褒めたがりになりましょう。人は基本的に年上の人から認められたいと思っています。褒めたがりの先輩は間違いなく慕われるでしょう。ちょっと聞いてもいいですか？前から思ってたんだけど、の前振りは同世代にも有効。繰り返しますが、人は自分に興味を持ってくれる人を好きになるのです。まず声をかける。そこから何かが始まる。
私はレストランやコンサートで隣の人に声をかけたり、かけられたりしたことから付き合いが始まり、人生が大転換した経験が何度もあります。声をかけなければ何のつながりもなくそのまま過ぎ去っていく人たち。ですが、言葉を交わすことでつながりが生まれ、交流が始まったり、役割ができたりしていくのです。どこへ行っても顔見知りができる人の一番の特徴は、自分から声をかけていること。こんにちは。ありがとう。暑いですね。何階で降りますか？お酒にどうぞ。など、挨拶程度の簡単な言葉でいいのです。どんな人間関係も言葉を交わし合うことから始まります。長く付き合っている友人や恋人、馴染みの店でも元をたどるとどこかで言葉を交わしたことがきっかけになっているはずです。高校生になった時、勇気を出して隣の席の子に消しゴム持ってる？と尋ねたこと。初めて行ったパーティーで話しかけやすそうな人にお一人ですか？と声をかけたこと。近所のカフェで店主にチーズケーキがむちゃくちゃ美味しかったですと感動を伝えたことなど最初の一言があったはずなのです。声をかけるというのは人間関係の畑に種をまくようなもの。中には声をかけた相手が無反応だったり途中で縁が切れたりすることもあります。そんな芽が出ない種があるのも織り込み済みで、まずは種をまかなければ花が咲くこともないのです。いつどこで新しい人間関係が始まり、どう展開していくか予測できないのが人間関係の面白さであり、楽しさ。それは人生の面白さと同じ意味を持ちます。普段から言葉を交わすことを意識してみましょう。そしてこれからどんな花が咲くのか、ワクワクしながら楽しもうではありませんか。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。友達を増やそうとかパートナーを探そうと思っても、その思い自体が結構強いものだから逆に億劫になってしまうのですよね。でもまずは顔見知りを増やそうと思えば軽い気持ちでできますよね。そうやって増えた知り合いの中から親しい人に変わっていったりして、一人の自由を感じながら同時に人との気楽なつながりを楽しんでいくような生き方っていいなと思うんです。今回の人生を楽しむ緩やかなつながりをたくさん作ってみましょうよ。もしかしたらそんなつながりから思いもよらない化学反応が起こるかもしれませんよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。